海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外の新しい AI ツールを実際に自分たちの手で動かして確かめる番組です。今日はニュースの紹介というより実際に手を動かしてみた回です。Twitter を作ったジャック・ドーシーさんの会社ブロックが無料の新しいチャットアプリを出したので実機にインストールを試しました。数字で聞くね。公式サイトが配ってるインストーラーは全部で5個、 Mac 用2個、 Windows 用1個、 Linux 用2個。この Linux の実験機の CPU に対応してたのは何個だったと思う？答えは0個でした。 Linux 用が2個もあるのに対応するのが0個なの？これマジ？全部見せます。しかもこのアプリ、人間も AI エージェントも同じ種類の鍵を一つずつ持つっていうちょっと変わった仕組みを売りにしてるんです。そもそもバズって何なの？バズはスラックや GitHub のようなみんなで会話したりコードを管理したりする場所です。大きな特徴が一つあって、人間に加えて AI エージェントも同じ部屋のメンバーとして参加します。しかもバズのコードは Apache 2.0 で GitHub に公開されていて Mac、Windows、Linux で動くデスクトップアプリとして Buzz.xyz というサイトで配られています。ドーシーさんって Twitter 作った人だよね。なんでチャットアプリなの？ドーシーさんは7月21日 X にこう投稿しています。人とエージェントのための新しいグループチャットプラットフォームを立ち上げる。Slack と GitHub への依存を減らすために作ったと開発を率いるブラッドリー・ヤクセンさんをブロック公式ブログで、人とエージェントが一緒に働く場所はどの会社もいずれ必要になる。それが特定の会社の持ち物かオープンかが問題だと語っています。Slack と GitHub 両方の役割を一つの場所にまとめたいってことなんだ。ドーシーさんの投稿によると Slack と GitHub への依存を減らすのが狙いです。ブロック公式の説明によると、自分たちのサーバーで動かすこともブロック社がホストする班を使うこともできる作りになっています。でも AI エージェントも同じ部屋のメンバーで普通のボットと何が違うの？今の普通のチャットに置いてある AI ボットの多くは特定の人のログインか会社が発行した API キーを借りて動いています。この形だと AI の身元は結局そのサービスのアカウントが起点になっていて、サービス側の都合に左右されます。バズがやっているのはその起点を利用者自身が手元で管理する鍵に移すことです。言われてみればそうか。 AI の身分証でサービス側のアカウントが起点になってるんだ。バズはノストルという仕組みを土台にしています。人間も AI エージェントも一つずつ独立した暗号の鍵のペアを持っていて、送るメッセージ全部に自分の鍵で電子的な署名をします。公開鍵が名札、秘密鍵は手元で管理する印象のようなもので、署名は発言元に押す印影です。この鍵は自分のパソコンの中で本人が自分で作るものです。ブロック社に登録の申請をする必要はありません。自分で作った鍵がそのまま身分証になるってこと？そうです。ただ署名が証明するのはその秘密鍵が使われたということまでで、 AI が自動でやったかどうかや内容が正しいかどうかまでは証明しません。実際に私たちも後で自分たちの手で鍵を作って試してみます。鍵が別々だと権限の面でも何か変わるの？バズの公式説明にある例えが分かりやすいです。 AI エージェントにバグ調査を任せるとき、鍵の王国を丸ごと渡さなくていいという言い方をしています。鍵そのものはエージェントの身元を示すもので、非公開のチャンネルに書き込めるかどうかはバズのサーバー側がその鍵をチャンネルの参加者リストと照らし合わせて決めています。人間のメンバーを追加するときと同じ発想で鍵ごとに参加できる範囲が区切られます。今までの API キーだと権限を細かく分けるのに一手間かかる感じだったもんね。もう一つ公式サイトが紹介している場面が印象的でした。深夜2時にこの不具合前にも見たことあると聞くと、その場に居合わせたエージェントが過去半年分の会話を検索して原因と直し方のやり取りをそのままチャンネルに貼ってくれるという使い方です。質問も答えも根拠になった過去のやり取りもそれぞれ発言した本人の鍵の署名付きで同じ場所に残ります。誰が何を言ったか後から人間が追いかけ直さなくていいんだ。一つ一つの発言にそれを書いた本人の鍵の署名が残るので、後から見た人もどのエージェントの調査結果なのかをそのまま確認できます。その鍵を持ってると AI エージェントにとって何が嬉しいの？バズの開発チームが公開している設計文書には将来像としてこう書かれています。同じ鍵でいくつものプロジェクトに参加していけば、そのエージェントが実際にどれだけ良い仕事をしたかという記録を鍵に紐付けて横断的にたどれるようにしたいという目標です。職人が工房を移ってもその人の腕の実績はついて回るというイメージに近い発想です。実
実際にあった仕事の記録そのものがそのまま証拠になる仕組みを目指してるんだ。ただしこれはまだ目標の段階です。 GitHub のリポジトリを確認すると、サーバーをまたいだこの実績追跡の機能はまだコードが書かれていない今後の強い構想という扱いで、現バージョンでは動く機能として一覧に入っていません。署名そのものはその秘密鍵にアクセスできる相手にしか作れないので、この構想が実現すれば初対面の AI エージェントでも過去の実績を鍵伝いに確認できるようになるという狙いです。自分の鍵に実績を積み上げていく、これがバズの目指している方向で、今日一番覚えておいてほしいポイントです。こういう新しい仕組みをこれからも実際に動かして確かめていきたいから、気に入ったらチャンネル登録しておいてほしいのだ。さっきのゼロ個の話、続き聞かせて。配られている Linux 用の2個はどちらも同じ種類の CPU 向けのビルドで、私たちの実験機の CPU の種類とは合いませんでした。それでソースコードを自分たちで取ってきて、公開されている手順通りにビルドし直すことにしました。公式アプリが動かないから自分でビルドしちゃったんだ。はい、裏側を動かすのに必要な5つのサービスを Docker 上に立ち上げて、本体のプログラムをソースコードから実際にビルドして、自分のパソコンの中だけで動かすことに成功しました。ここまででブロックのサーバーには一度もアクセスしていません。実際に AI エージェント役も参加させてみたの？はい、専用のコマンドでランダムな32バイトの数字を2つ作りました。1つを人間役、もう1つをエージェント役にして、同じチャンネルにそれぞれの名義でメッセージを送ってみました。メールアドレスの登録もアカウント作成の画面も一度も出てきませんでした。メールアドレス入力する欄どこだろうって探してたのに、32バイトの数字に先を越されちゃった。本当に2つの違う鍵がそのまま別々のメンバーとして出てるんだ。チャンネルの参加者一覧を見ると、全く違う公開鍵が2つ、それぞれオーナーとメンバーという役割で並んでいます。身元情報として私たちが用意したのはランダムな数字2つだけです。画面付きの部分は結局どこまで動いたの？ブラウザ用の簡易画面もソースから一緒にビルドできたので開いてみたのですが、出てきたのはコードの置き場を眺める画面で、会話用のチャンネル一覧はありませんでした。調べると、実際にチャンネルで会話するグラフィカルな画面は別のデスクトップアプリの中にある作りで、そちらは追加のツール一式がいる規模だったため、今回はビルドを見送っています。動かせたのは裏側のサーバーとコマンドでの送受信までです。画面付きのチャット部分までは届かなかったけど、鍵が別々に認識されるという一番肝心なところは自分たちの手で確かめられたんだね。コードが公開されてるって実際どのくらい本気なの？ GitHub のリリースページを確認したところ、これまでに97回のリリースが重ねられていて、リポジトリ自体は今回の公開の4ヶ月半ほど前から開発されていました。特定の AI じゃないと使えないみたいな縛りもあるの？グロック公式の発表によると、特定の AI モデルに限定しない作りで、クロード、コードやコーデックス、グースといった複数の AI エージェントで動くことが明言されています。ただし今回のバージョンについて、バズ自身がまだ初期段階だと説明している部分もあります。テッククランチの報道でも、すでにスラックを使っているチームがすぐに乗り換えるというより、まだスラックを入れていない新しいスタートアップの方が向いているという見立てが紹介されています。来たばかりだから、そこはバズ自身も明記してるんだね。そうです。テッククランチはパラダイムの CTO が公開した似た発想の別の製品も紹介していますが、そちらはバズのような分散の仕組みを使っていません。人と AI エージェントが同じ職場で働くという製品自体は複数のところからで始めている段階だと言えそうです。 AI に専用の鍵を持たせる発想、実はチャット以外の分野でも動き始めてるんだよね。決済の分野でビザとマスターカードが AI に専用の鍵を持たせた回もこのチャンネルにあるので、気になる人は概要欄からチェックしてみてください。今日のまとめです。Twitter を作ったジャック・ドーシーさんの会社ブロックが、ドーシーさんの投稿によると Slack と GitHub への依存を減らす狙いで、無料でオープンソースの新アプリバズを公開しました。人間も AI エージェントも同じ種類の暗号の鍵を一つずつ持つという仕組みが軸になっています。実機だと公式の Linux 用インストーラーは2個とも動かなかったのに、セルフホストで自分たちの手で動かしたら、人間役とエージェント役ちゃんと別々の鍵として認識されたっていうのが今日一番驚いたところだよ。グラフィカルなデスクトップアプリまでは今回届きませんでしたが、鍵が別々の身元として扱われるという一番の革新部分は実際に自分たちの手で確認できました。自分で作った鍵がそのまま身分証になる、こ
この発想、これからもっといろんな場所で見る気がするな。今回の内容はブロック公式の発表とそれを報じたテッククランチの記事、そして私たちが実際にリポジトリを動かした検証に基づいています。このチャンネルはこれからも新しい AI の仕組みを実際に手を動かして確かめていくよ。新しいバージョンが出たらまた動かしてみますね。ミントでした。気になった人は高評価と登録で応援してほしいのだ。